どうも、ヤマンです。今回紹介するのは、向こう水と霊気、チェインライトニングエンチャントメントを使ったとても硬いボールライトニングビルドです。ナイトメアダンジョンのティア100の地帯の爆発でも死なない時もありますし、安定してクリアすることができるおすすめのビルドです。ボールライトニングはパッチ 1.2 でチックレートを上昇させる代わりにその分ダメージを下げられる予定でした。ところが実際はチックレートが上昇しただけという主張があります。よってボールライトニングっていうのはシーズン中に修正される可能性があることを頭に置いてください。さて、ボールライトニングの屋台骨っていうのは何なんかっていう話なんですけども、ボールライトニングの強化では攻撃速度のボーナスの200%がチックレートに上乗せされることを利用して吸血力にある貪欲で移動速度を高めて攻撃速度を思いっきり上げていきます。また、ボールライトニングを連発するにはマナの問題があります。マナの問題は帯び出す電気を拾うことで解決することができます。帯び出す電気はチェインライトニングからとボールライトニングからたくさん出すことができます。さらに、リングや焦点具にリソース回復量上昇、頭やパラゴンに最大マナ、そして化身のダメージを受けていないとき、マナ回復量が 50% 増加するを使います。この化身は障壁が崩れない限り有効です。つまり、ほぼ常にマナ回復量が 1.5 倍になります。これらによって常にマナ回復が多くて、クールダウン使用時にマナを回復する振動を使用する必要性がなくなります。このようにして、このビルドはマナの問題を解決することができます。次になぜ霊気エンチャントメントなのか。これはパラゴンにある霊気状態の敵に対してダメージ経験があることにつきます。合計で 40% 近くも軽減することができます。チェインライトニングのエンチャントメントで遠くの敵にも霊気状態を付与できる時もあります。ここまで防御面に大きく貢献してくれるものは少ないので、霊気エンチャントを選びました。あとはダメージを大きく伸ばすレジェンダリーの化身を詰めていきます。いつもと違う化身なのは、マナが100以上の場合、クリティカル率が上がるものの元素使い。そしてコアスキルの時、攻撃速度が上がる加速です。コアスキルは、チェインライトニングのエンチャントで発動することができますし、マナが100以上の場合というのも、帯び出す電気が多いので発動が容易です。また、クリティカルを上げるために S の下方を使用します。移動速度がクリティカル率上昇となるので、吸血力、貪欲とのシナジーもあります。また、回避後に移動速度が 75% 上がることで、移動速度を 200%、キャップまで上げることができます。脆弱をつけるのは吸血力のこの2つ、弱肉強食と呪われしてを使用します。変容でコウモリに変身すると、回避後に移動速度が 75% 上がるというものがなくなりますので、できればコウモリではなくて、呪われしてで呪いをつけたいところです。では、耐久の部分なんですが、できれば属性耐性はすべて 70% まで上げていきたいです。炎、雷、霊気はこちらのパラゴンで補っているので自然と 70% までいけるはずです。指輪のサブステータスは補っていないシャドウと毒が望ましいです。そしてアーマーの値は 13,500 を目指します。アーマーの値を高めるには各レア装備に必ず合計防御力のオプションをつけてください。アミュレットも例外ではありません。できるだけアイテムレベルの高いものを装着していけば 13,500 に到達することができます。あとは遠距離や近距離のダメージ軽減を積みます。優先順位はダメージ軽減の方がアイテムレベルよりも高いです。さらに、ビアの知識とメイジロードのレジェンダリーの化身によって全ダメージ軽減も蓄えます。吸血能力で得た強化からもダメージ軽減を取ります。リカバリー面では、向こう水による障壁の生成と吸血能力による不死によって障壁の回復を素早く行って障壁を切らさないようにしています。装備品のまとめとしては、概要欄のイムガーにある私が実際に使っている装備やマックスロールのリンク先にあるような理想のものを揃えていってください。
攻撃系の優先順位はリソース生成量、マナコスト減少、攻撃速度、そしてクリティカルです。防御系の優先順位は合計防御力、遠距離か近距離のダメージ軽減系、そして全ダメージ軽減です。無効密ではもちろん障壁 80% を最優先にしてください。ジルでターゲットファームすることができます。S の下方も移動速度、マナコスト、クリティカル率を優先します。バーシャンでファームするのがいいと思います。最後にパラゴンの説明をしておきたいと思います。最初の説明のところで耐性について説明をしたんですけども、今全部 70% になってます。で、最大シャドウ耐性、それから最大毒耐性、ここの最大毒耐性まであと 0.0%、ここが、超えた余剰分のパーセンテージが表示されるところなんですけども、かなりギリギリになってます。なので、もしかしたら他の人は少しだけ足りないっていうことが起きるかもしれません。今自分が装備しているものっていうのはアイテムパワーが高いやつです。で、中にはアイテムパワー、同じそれでも839とかですと、全耐性っていうのが 10.9% に落ちてしまう時もあります。こちらは全耐性 12% なんですけども、アイテムパワーが低いと 10.9 となってます。で、この時どうしたらいいかっていうと、こちらがパラゴンボードになるんですけども、余剰分は視力、それからライフ最大値の 2%、この2つつけてます。で、もしちょっと足りないっていう風になったら、このライフ最大値の 2% の部分を全耐性の 1.5% のところに変えてください。もしくは自分のその装備の中で少しだけ知力を混ぜる。自分のこの焦点具っていうのは知力が残念ながらついてないので、知力でもこちらに書いてあるように、すべての属性に対する耐性が 22.8% 上昇する。知力が上がっても全耐性っていうのは上がるので、装備のところで、特に焦点具ですね。こちらの方で知力を上げてみてください。以上で今回の耐久型ボールライトニングビルドの紹介は終わりです。巷のボールライトニングビルドは耐久を無視しているものが多いと思いますが、こちらのビルドであれば、ナイトメアダンジョン100もスイスイと行くことができます。もちろん、ウーバーリリスもこのままのビルドでさっと倒すことができます。本当におすすめですので、ぜひ試してみてください。何か質問がありましたら、コメント欄もしくは配信で質問してください。今回の動画はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。